こんにちは、派手水槽池です。今回はこちらのフィルターを紹介。テトラフリーウォッシュ。早速付属品から紹介していきます。フィルターケース、モーター、バイオパックバイオフォーム、接続パイプ類が入った袋に取扱説明書。本体フィルターケースの外観デザインから見ていきます。改めてテトラの外掛け式フィルターの新商品、メンテナンス方法が画期的な進化系のフィルター。シンプルなデザインでブラックな感じがとてもかっこいいです。苔発生防止のためにろ過層部分も半透明になっていて、デザイン的にもこれがプラス面。無駄なデコボコな面もなくて、汚れてもすっきり拭けそう。全体的に非常に好印象です。塗水口正面に回って前面に水流調節ノブがあるのもいいですね。後で実際に調節はしてみますが、ご覧の通り片手で回せて扱いやすく、見た目もデザインを邪魔せずに素晴らしいです。それでは蓋を開けてろ過槽内を見てみます。手前から給水をしていき、この仕切り板も取り外しが可能で、これだけ手が入るほどあるのでメンテナンス性も十分ですね。仕切り板を元に戻して付属のバイオバッグバイオフォームを取り付けていきます。フィルターケース内に取り付ける溝があるので、これに沿って取り付けると簡単に設置することができます。これはどちらも現行のテトラ社の外掛け式フィルターとも同様のものなので、ネットでも簡単に手に入るし、うちでは近くのホームセンターでも売っているので簡単に手に入ります。それではフィルターケースとモーターを接続していきます。冒頭に紹介した接続パイプ類の袋を開封します。モーター固定用のラバー、水替え機能用のホース接続コネクタ、垂直調節レバー、モーターの延長パイプとキスゴム、ストレーナーと延長パイプ。それでは早速組み立ててみます。モーター固定用のラバーをモーターに接続をして本体につけていきます。モーターの電源コードもフィルターケースに収納できる専用の溝があって、すっきりと収納することが可能です。モーターにストレーナーを接続します。このストレーナーは先ほどの延長パイプを接続して伸ばすこともできるみたいです。後ほど紹介する低水位での使用など、いろんな場面で使い分けができますね。それではこの後は実際に水槽に乗せていきます。今回は仮の水槽でテストとしました。通常の規格サイズである幅60センチ、高さ36センチ、奥行き30センチ、ブラックのバックスクリーンを貼り付け済みの水槽です。デザイン的にもちょうどこのブラックが似合いますね。仮に水を張って稼働していきます。スイッチをオン。どうですか？非常に滑らかな塗水口。水は水面全面に流れていくイメージです。音もとっても静かです。
個人的には生活してても全く気にならない程度。水流調節ノブも回してみます。前面にあるのが本当に操作しやすくていいですね。まずは90度を回して水流を 50% 程度にするとこんな感じです。ここからさらに90度を回してほぼ完全に止まりました。ピタッと止まるので、これはメンテナンスなどいろいろな場面で助かりますよね。全体像でもご覧ください。全体で見ると分かりやすいのですが、本当に前面に調節できるノブがあるのがとっても便利です。ご覧の通り片手で滑らかに調節ができます。この後は現行の外掛け式フィルター AT60 と並べて動かしてみます。家にあった AT60、 この塗水の溝、後々苔掃除が面倒になって結構苦手なんですよね。フリーウォッシュと比べると塗水の滑らかさの違いが分かります。ちょっと水位が低めかもしれません。 AT60 は下に落ち込んでいって音も気になります。フリーウォッシュは水面全面に流れています。こう見ると AT60 の気泡や落下水がやっぱ気になりますね。デザイン的にも特に今回は背景ブラック水槽なので、フリーウォッシュの黒系シンプルデザインは見事にマッチしてますね。モーターも黒系でほとんど目立たないと思います。この水位で水面はこんな感じです。フリーウォッシュの前面に塗水されるので、この水位だとこれぐらい水面が揺らいでます。気になったのでギリギリまでもう少し水位上げてみると、AT60 もそんなに音気泡は目立たなくなりました。フリーウォッシュの方は、さらに滑らかになった感じですね。それでは後半はフリーウォッシュの進化系新機能を紹介していきます。フィルターケースから蓋を取り外して右側のノズルを上に持ち上げます。このノズルがなんと180度を回ります。これで水槽内で循環している状態。そしたらフィルターケースごと持ち上げるだけ。これであとは丸洗いができます。メンテナンス性抜群で便利です。テンション上がります。戻す時もそのままはめるだけなので簡単です。ノズルを戻して蓋をして完了です。現行の外掛け式フィルターを使用していても結構フィルター取り外して丸洗いする機会結構あるので、電源も入れたまま丸洗いできるのは本当に助かります。さらにもう一機能を紹介します。水替えが楽にできるということで、先ほどと同様にノズルを180度回転させます。冒頭でも紹介した付属品のホース接続コネクタ、これをフィルターのノズルに接続していきます。水は止めて設置した方が良さそうですね。この接続コネクタにホースを接続して再度水流調節ノブを回すと
なんと排水、水替えが簡単にできます。終わったら同様に戻すだけ。実際水替えの際は、底砂を掃除しながらなので、そんなにいらない機能かなとも思ったんですが、私も結構こまめに水替えするので、手軽に少しだけ水替えしたいななんて時は非常に便利な機能だったりします。どうでしたか？テトラの進化系外掛け式フィルターフリーウォッシュ。シンプルなデザインで丸洗いできるメンテナンスのしやすさは気に入りました。値段は以前より断然お高いんですが、飼育していくいろいろな手間の軽減につながるのであれば十分にいい選択なんじゃないかなと思いました。実際にうちのサンゴ水槽でも現行の AT60 から変更していく予定です。はい、実は今回初の商品紹介動画でした。伝えるっていうのはなかなか難しいですよね。でも今回撮影も編集も頑張りましたので、ぜひいいねで評価、コメントで感想をください。今後もハゼの可愛さ、アクアリウムの面白さを広めていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。それでは後編もお楽しみに。またね。